はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。久しぶりとなります大好評の父親の遺産相続シリーズ。いよいよここから後半戦に入ります。後半戦第1弾のテーマは家の相続です。もし本日の動画が面白いと思った方はいいねとチャンネルの登録をお願いします。去年私の親父が癌で亡くなりました。1年以上前のことになるのに、先日お風呂に入っていたら急に悲しくなって、私は湯船に浸かりながら5分ほど泣いてしまいました。悲しい気持ちと、私の両親は共に癌で亡くなったので、生きたくても生きられない無念だったろうなといろいろと考えていたら、目からボロボロと涙が溢れてしまいました。まだまだ私からは悲しさ寂しさの気持ちが消えません。話を戻しますが、親父が亡くなった後、私は家の名義変更を行いました。実際私が札幌の法務局を訪れたのは去年の3月になります。動画になるまでいつの間にか1年が経過していました。多分昔のこの動画でお話ししたと思いますが、今回の相続人は私と妹の2人です。私がこの家と土地を相続し、妹が現金資産を相続することにしました。詳しくはこの動画をご覧ください。皆さんご存知のように、現在不動産の名義変更は相続を知った日から3年以内に行うことが義務化されています。なので私は去年のうちにとっとと手続きを済ませました。不動産の名義変更と聞いて、ほとんどの方がプロにお願いしないといけないと思うかもしれませんが、今回私はこの名義変更を自分で行いました。ちなみにもしプロに依頼する場合は司法書士になります。行政書士ではなくて司法書士になります。法務局のホームページのこの不動産の登記をクリックすると、このようなマニュアルが2つ掲載されています。一つは遺産分割協議の場合、もう一つは法定相続の場合になります。遺産分割協議とは、相続人の間で亡くなった人の財産をどのように分けるか話し合いで決めます。一方の法定相続とは、民法で定められた割合での相続になります。今回は相続人が私と妹の2人だけだったので、遺産分割協議にしました。当初私も不動産の名義変更をプロにお願いしようと思っていました。それが当たり前だと思っていたからです。でも掲載されたこのマニュアルを3回読むと、あれ、もしかしたら自分でできるかもしれないと思い始め、そして10回読むと不安が確信へと変わりました。そもそもこのマニュアルには、必ず司法書士に依頼してくださいとはどこにも書いてないんですよ。書いてあったのは、専門家に相談したい場合は司法書士弁護士に相談くださいなんですよ。私は別に専門家に相談しようと思ってないので、自分で行いました。また他にも自分でやろうと思った理由が3つあって、1つ目は専門家に支払う費用がやっぱりもったいないと思ったからです。仮に専門家にお願いしたらだいたい10万円くらいかかるのではないでしょうか。知らんけど。2つ目は家に親父が使っていたエプソンのプリンターがあったから。作成した書類もこれがあれば印刷できます。ちなみに申請書類は家庭用プリンターで印刷したものでも大丈夫です。最後3つ目は、私と親父が病院の先生から親父の治療が難しいことを聞いた後、親父が私にこのような不動産関連書類がしまってある場所を教えてくれたからです。この登記済証は土地の面積、建物の床面積や構造などが記されています。これらの情報は申請書類の作成に必要になります。不動産の名義変更に必要な書類としては、集める書類と作成する書類の2つがあります。ちなみにこの表も法務局のホームページに掲載されています。まず集める書類に関しては、亡くなった人と法定相続人に分けられます。亡くなった人のは出生から死亡までを記した
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票の除票または戸籍の不評になります。ちなみにマイナンバーカードを使えば近所のコンビニで戸籍謄本を取れたりしますが、亡くなった人のマイナンバーカードは失効するので役所に行く必要があります。よく調べずに役所に行った私は、亡くなった親父のこれらの書類を全部用意してもらいました。でも実際使ったのは戸籍謄本だけ。無駄な発行手数料を私は支払ってしまいました。次に法定相続人の私と妹が用意する書類は、戸籍謄本、印鑑証明、固定資産税課税明細書、また不動産の新しい所有者となる人、つまり私の住民票になります。印鑑証明について一つ申し上げますと、私の妹の印鑑証明は妹自身のものでないといけません。妹は結婚していて旦那の名字を名乗ってます。役所に登録してある印鑑証明は旦那の名前で登録したものなので、妹の名前で新たに登録した印鑑証明が必要になります。次に作成する書類になります。作成する書類は主に遺産分割協議書と登記申請書になります。遺産分割協議書の面白いところは正式なフォーマットがないということです。誰がいつ死んでその人の持つ遺産を誰と誰が相続するかなど必要な内容さえ記載されていれば OK になります。私はネットで調べながら作成しました。私が書類作成で悩んだのが登記申請書になります。この中の課税価格で悩みました。先ほどの集める書類の中にあった固定資産税課税明細書にこのヒントがあるはずなのですが、家の中にこれが見当たらなかったんですよ。固定資産税が明記されたこれになりますね。ちなみにこれは今年度のものになります。確かこれも毎年4月くらいに届くはずなので、あと一月待てば良いのですが、私は一旦始めたら待ちたくない性格なので、私は札幌市の市税事務所を訪れました。すると市税事務所の職員さんからこのような名寄帳兼付加台帳を無料でいただきました。台帳とはついてますけども紙ペラ1枚になります。ただ私もバカだからこの中で記されたどれが不動産の評価額なのか聞かずに帰ってしまいました。家に帰ってからよく見てみると、それにはいろんな金額が書いてありました。課税標準額とか価格とか相当額とか価格合計とか、どれがその登記申請書に必要な課税価格かが分からずに悩んでました。この課税価格が分からないとその下の登録免許税の金額も記載できません。悩んだ私は札幌市内の法務局に電話してみることにしました。でも電話に出た法務局の職員さんは手元にこれがあるわけでないので、この金額だと言えずにいました。またその方は早口だったので何を言っているのか聞き取れない。私は分かりましたと言って電話を切りました。分かっていないのに分かりましたと言ってしまうのが私の昔からの悪い癖になります。結局この中のそれっぽい金額を記載して私は登記申請書を完成させました。そして書類一式を持って法務局へ向かいました。書類の提出方法は持参と郵送とがありますが、私は法務局へ持参しました。当時私は無職で時間もあったし、今も無職なんですけども、あと法務局にも行ってみたかったからです。実際行ってみた法務局はね、役所とは違う独特な雰囲気がありましたね。素人は受け付けないような異様な空間。私はその雰囲気にすっかり飲まれてしまいました。でも偶然声をかけたカウンターが書類の提出先だったのは良かったです。そしたらね、そこにいた職員さんが早口なの。私はすぐに先日電話対応してくれた職員さんだと分かりました。その職員さんのすごいのがさ、私が作成した書類をペラペラっと軽く見ただけで2箇所誤りを指摘したんですよ。私はもう一回書類の作り直しだと思っていたら、
二重線を引いてその横に正しい金額を書いてくださいって言ってきて、それでいいのと逆に私が驚いてしまいました。やはり私が間違えた箇所の一つがその課税価格でした。参考にした金額は良かったのですが、今回必要なのは土地と家の価格だけで良かったんですよ。私の家って車庫もあって、私は車庫も含んだ金額で書類を作成していました。むしろ金額が減ったので私としてはラッキーなのですが、そして書類を受け取った職員さんは私にこう言いました。何かあったら連絡しますと。そうなんですよ。ここが役所とは違うところですね。役所なら戸籍謄本ください、はいどうぞとその場で完結するのですが、不動産の場合は書類は一旦預かるパターンなんですよ。私が法務局に書類を出したのが月曜日、そして完成した書類の引き渡しは翌週の金曜日になります。私はその2週間をドキドキしながら過ごしていました。なんせど素人の作った書類なので1回は呼び出しがあるかなと、ここの記載間違えてるんで作り直してくださいという連絡があると思ってました。ちなみに完成した書類の引き取りは法務局に取りに行くのと郵送が選べますが、私は郵送を選びました。法務局の様子も1回見れたのでもういいかなと思って、それなので書類提出の際郵送用の切手を貼った封筒も置いてきました。そして書類を提出してから 2,3 日が経過しました。法務局からの連絡はありません。せめて今週1回くらいは書類のチェックをするよなぁと思いながら私は過ごしていました。書類を出した週の金曜日になりました。連絡は来ません。さすがに1週間手をつけないことはないよなと思いながら私は週末を過ごしました。週が変わり月曜日火曜日になっても連絡が来ない。よし行けると私は心の中で叫びました。木曜日になりました。さすがに明日引き渡しなのに手つかずなわけはないでしょう。そして書類引き渡しの金曜日になりました。よっしゃー、不備の連絡がなかったと私はガッツポーズをしていました。今回私は郵送を選んだので実際書類が届くのは今日発送だとして週明けの月曜か火曜かなと思ってました。するとその金曜日の午前中、玄関のインターホンが鳴って出てみると郵便屋さんがいました。渡された封筒の中にどこどこ郵便局にあなた宛ての書類を預かっているので引き取りに来てくださいというものでした。私はすぐに指定された郵便局へ行きました。そしてカウンターで手渡されたのは私が法務局に提出したあの封筒ではありませんか。つまり完成した書類は木曜日もしくは水曜日には発送されていたことになります。私はずっと一人でドキドキしていたのでありました。そしてこれは私が提出した書類に不備がなかったことを表します。私は郵便局で手渡された封筒の表を見てあれと思いました。というのは表面に貼った切手の1枚だけがこのように離れて貼ってあったからです。返信用の封筒は書き留めと本人限定受け取りにしなければなりません。この郵便局に取りに行くのが本人限定受け取りになります。私は書類作成の最終段階の際、110円切手1枚を封筒に貼った後にもう一回マニュアルを読み返してその事実を知りました。ちなみに書き留めと本人限定受け取りの料金は合わせて750円になります。しまった、高い。でも切手1枚貼っちゃった。だったら受け取りにすればよかったなと私は思いながら不足分の切手をコンビニに買いに行きました。私は郵便局から帰ると再度マニュアルを確認しました。するとそこには書き留めと本人限定受け取りの切手を通常の料金に加えて貼ってくださいと記されていたのでした。そうです。私が封筒に貼った切手は書き留めと本人限定受け取りの分だけだったのでした。つまりこの1枚は
法務局で貼られたものになります。これだから素人は困るんだよね、気づけという意味でわざと話して切手を貼ったのではないでしょうか。爪の甘い大野マンでした。それに気づいた時、一瞬私は110円切手1枚を法務局へ持ってこうかなと思いましたが、やめました。それはそれで向こうに手間になると思ったので、今回法務局から届いた書類は登記識別情報通知というものになります。これがどのようなものなのか私はよく分かりませんが、そこにはちゃんと私の名前が記載されていたので、無事不動産の名義変更が完了したということになるでしょう。ちなみに今回かかった費用は登録免許税の54,200円になります。支払いは収入印紙になります。法務局の中には印紙売り場があって、5万円の印紙を手にした瞬間、手が震えましたね。もしここでくしゃみをしてこの1枚が飛んでいったら大変なことになります。いやー、それにしても無事名義変更が終わってよかったです。しかも自分一人やったのってすごくないですか？もしこれで専門家に依頼していたら、この印紙代とは別に10万円くらいかかっていたのではないでしょうか。逆に言えばこのくらいの手続きで10万円要求する専門家はウハウハですよ。私はそう思いました。今回の5万円は私にとっては大きい金額ですが、逆に言えば私はこの札幌市内にある家と土地をわずか5万4千円で手に入れたことになります。すごくね。この動画をご覧の女性の皆さん、私と結婚しませんか？札幌市内のローンのない家に暮らせるんですよ。興味のある方はぜひこちらまでメールください。今回私は法務局に一発ドンで訪れましたが、多分予約制の相談窓口もあると思います。自身で作成した書類を一旦そこで見てもらうのを私はお勧めします。また不動産の名義変更に関しては、こちらの司法書士伊佐山さんの動画がとても分かりやすいので、ぜひこちらも参考にしてみてください。今回私は無事不動産の名義変更を行いましたが、不思議なのはその後数多くの不動産会社から不動産売買の郵便物が私の名前で届くようになったことです。家を売りませんかみたいな。どこでその情報を得たんでしょうね。私の今後の課題の一つとしては、将来的にこの家をどうするかですね。私が朽ち果てるまでこの家に住み続けるか、どこかの施設へ入るか、それとも海外へ移住するか。もし売却するとなったら、先ほどの不動産会社を一堂に集めて入札させたら面白いかなとは思ってます。今のところは未定ですが。ということで本日の動画は以上です。もしこんな不動産の名義変更を自分で行った中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。